そういうふうに思っちゃうと、本当にそうなるんですよ。だから祈りのよりは、念じることは、結果は確かなんです。結果はもう確実100%。功徳って何？祈りと念じるの違い。功徳を積むとは、具体的にどういう行動のことを指しますか？そもそも功徳って何ですか？祈りと念じるの違いは何ですか？二つの違いを明確に言語化することができません。常に祈りと念じるは違うものだと理解し、慈悲の念を念じているはずなのに、最近、慈悲の瞑想のはずが祈りになっていたかもしれないと心配です。祈りは消極的な行動で、念じるは積極的な行動と理解して問題ないでしょうか？という二つの質問です。はい、まず第一、功徳って何ですかというね。お釈迦様の定義は、幸福を司る精神的なエネルギーが功徳ということになるんですね。お釈迦様の言葉はそんなややこしくはないんだけどね。スカッセイタンアジワチャナという言葉を使ってますね。スカっていうのは、楽、幸福、精神的な安穏、安らぎすべて入っていますね。スカという言葉の中で。これはスカということの語彙としての単語やと。功徳っていうのはね。功徳も二つに分けてありますけど、そこは後で入ります。だから人は幸せになりたい、幸福になりたいという気持ちは持っている。これ対照的なことで今の状況と比較して、それよりはマシな状況は幸福と言うんです。だから一般の方々には、これこそ幸福という具体的なアイディアがないんです。だから今自分が不安感じている、不満感じている状況に対処して、これがなければ幸福だよというふうに思うんですね。幸福はこういうネガティブアスペクトではないんだけど、引算的なアプローチですね。だから今の状況はそれほどよろしくない。このよろしくない状況がない状況は幸福。いうふうに理解してください。そうすると自分の幸福という考えが一定しないということもわかりますね。その日、その状況によりて変わりますね。だから病気になっている場合は、これ最悪不幸を感じるんですね。その場合は病気が早くなってほしいということは、その程度の幸福ですね。これ病気が治ったところで、また別な幸福がそちらで割り込んでくるんですね。だから、今現在感じている、それほど面白くない状況、改良したい状況、いわゆる今の状況はないことが幸福。というふうに思った方が正しいんですね。具体的にこれが幸福と思っちゃうと、ちょっと落とし穴があるんですよ。例えば、車が高級車があれば幸福だと思ったら、それちょっと具体的なんですね。もし苦労して高級車が買ったとしても、それによって幸福を感じるかないか保証がないんです。ですから、この引算的な定義で幸福を理解してください。それで、功徳っていうのは、そのネガティブ的な状況をなくす力のことなんですね。功徳っていうのは。例えばお金でなかなか一日の生活は成り立てない人が金がないだから不幸と思ってるんです。だからお金があればもうちょっといいんじゃないかな。比較的に考えるでしょ。お金があれば大丈夫って言ってでも、なかなかそうはならないね。入ってこないんですね。仕事を見つけても見つからない場合もあるし、仕事を見つけても収入がそこでも足らないということもあるし、ただ収入があっても何か起きちゃって、そのお金がなくなってしまうこともあるし、だからそうやってこの精神的なエネルギーが働いてるんですよ。だから自分が目指した幸福に自分を押し上げる力に功徳と言うんですね。だから当然功徳を積むっていうことは正しいことになっているんですね。とって難しい仏教定義にしますね。人はなんで苦しみのか悩むのか、いろんなトラブル起こるのかとかね、いろんな人間の一切の苦しみ、生命の一切の苦しみの根本原因は何なのかというと、至って単純皆様には嫌になるほど私がおっしゃる心の貪瞋痴と汚れなんですね。この汚れで人は
ものすごく下へ下へだらけと引っ張る重りみたいなもんなんですよ。例えば、金儲けたいで欲があって頑張る人は、すっごい苦労すると、いくらか収入が入りますよ。でも、それが幸福とは言いづらいんですね。怒りを持ってる人は、怒りを生かして嫌なことを全部壊してしまったということもあり得る。そうすると、ああ、よかった。ライバルを全部抑えて勝利を得たというふうな喜び感じられますよ。でもそれにはものすごく苦労するんですよ。ですからそれはあまり理性的ではないんですね。根本的に心、下へ下へだらか引っ張る重りである貪心地をコントロールする精神的な力が孤独なんですね。いわゆる欲を制御する、怒りを制御する、無知を制御する。その働きがある行為は孤独っていうことにするんですね。そう言っても人々にはよくわからんと言うんだから、人を助けることをやら、施しをすることをやら、慈悲の瞑想をすることをやらね、いろんなことを教えているんで、道徳守ること、誤解守ることなどなど、人間に理解できるような具体的な行動範囲で説明するんですね。ですから、施しは孤独を背むことであると言うんですね。で、そうすると、逆算で考えちゃうと、一体これって何という疑問が起こりますね。だから今私は基本的なところから説明しまったね。孤独は住むべきものなんですよ。これって常識なんですね。お腹が空いているよりはご飯があった方がいいしね。喉が渇いている状態よりは水をちょっと飲んだ方がいいしね。体が弱いよりはちょっと体力あった方がよろしいしね。孤独を住むっていうことはごく一般的な常識的な思考だと思いますね。だから具体的にどういう行動のことでしょうかと聞いてるでしょ。だから具体的に自分の心にある欲、怒り、無知という悪感情をちょっとコントロールする。あるいは一時的に停止する。精神的なパワーが孤独であって、それに関わる行為は何でも善行為になりますね。仏教では十善十悪とリストアップしていますけど、それは飛ばすことは誰にもできないと思いますけど、その範囲では言葉の道徳、体を使う時の道徳、考える時の道徳、いろいろありますね。例えば人々っていうのはちょくちょくいろんなものに依存してしまうんですね。タバコに依存しちゃうとかね、あるいは酒に依存するとかね、ちょっと欲なんですね。やっぱり欲しいんですね。やりたいんです。タバコ吸う方々は、やっぱりタバコもう一本吸いたい、気持ちが良くなりますということになるんですね。欲の感情が働いているでしょ。一旦力入れて、精神的にもうちょっと強くなって、タバコでも酒でも徐々に減らしていきましょうというと、その人々は精神的に強くなるし、同時に欲の感情を制御しているんですね。ですから、それも一つの孤独でしょう。だから仏教の経典読んだらタバコをやめることは孤独でしょうかとはないでしょ。それはありえないんですね。なぜならば、タバコを吸わない人はずっと孤独やってますかって言えばそうでもないしね。だから自分の弱みをね、乗り越える行為が孤独行為なんですね。第一の質問にそれぐらいのデータで、私は自分勝手で十分だなと思ってますね。具体的なリストは経典にありますね。十善十悪と。それから我々についてはタバコ依存症の人はタバコをやめることも孤独になります。だからそれはリストには入れません。自分の弱みをなくすことだからね。タバコを吸わない人には別種な弱みがあるんですね。それをなくす。そのように仏教のリスト外でもいろいろ項目は成り立てますよ。はい、これぐらいで十分でしょうね。第一のシステム。2番目に入ります。祈りと念じるの違いは何ですかとね。各個人の考えによって理解変わると思いますね。だからただの単語だからどのように理解するのかっていうことがよくわからんね。ある人によって祈りと念じるって同じことじゃないかっていうふうに思うことも可能です。いえ、違う。それはまるっきり二つであると
思うことも可能です。英語の単語を紹介します。祈りっていうのは pray なんですね。P-R-A-Y, pray。念じるということは contemplation というんですね。pray、祈りの場合は、誰かが、相手が必要なんですよ。で宗教では神に祈るということになってますけど、例えば今日の法話会を実現するために、テストローさんに頼んでるんですね。協力してくださいと。pray という単語で言えますよ。あまり日常英語でそれ使いませんだけど、pray の代わりには無数な言葉ありますからね。だから、例えば私が困っていて、ちょっと助けてくれませんが、こういうことで困っているんだよと言ったら人に頼むんですね。その働きが祈りというカテゴリーに入ります。で、面白い例えを思い出したよ。ちっちゃな子供たちが何か欲しくなると、一生懸命母親をいじるでしょ。お母さん買ってね、あれ欲しいねとか何回も言って、お母さんダメ、これ買ってあげませんとかもう言う。でも子供はものすごく粘り強くねだるんですね。その働きも心理学的に祈りになるんですね。もし母親が勝ったら子供の祈りは実ってない。子供が勝ったら母親が子供が希望するものをあげますから、そこで祈りは実ったことになる。念じるということはコンテンプレーションだから相手がないんですね。自分なんですね。私は怒らない人間になりますと言うと自分自身に言うんですよ。私は欲張らない人間になりますと。頑張りますと。そこで念じることもできます。欲張らない人間になる、欲張らない人間になるとかね。そうやって念じていくと、なんとなく面白おかしく欲張れなくなってしまうんですね。優しさを忘れないようにする優しい人間になる。生命に優しく対応するとかね。そういうふうに思っちゃうと、本当にそうなるんですよ。念じることは真面目にやるとそうなるんです。だから祈りのよりは念じることは結果は確かなんです。だからこの質問した方の定義ではね、祈りは消極的な行動で念じるは積極的な行動。この定義は合ってないとは思いますね。祈りの場合は誰かが必要なんですよ。例えば仏教以外の宗教では祈りということとてもすごい尊い行為でしょ。ものすごい尊い行為ですね。仏教では修行ですから、他宗教では祈りなんですね。修行の代わりに使っているのは。だからその場合は、当然の各宗教が信じる、統一した対象があるんですよ。念じる場合はもう自分自身でやることなんですね。消極的、積極的でしたっけ、これは。それほど区別はないと思いますね。どちらでも積極的にやれないと。私の解説では、祈りは当たり外れ。人間に対してお願いすれば、大体やってくれる場合ありますね。それでも断れる場合もありますし、神に祈る場合はよくわからないね。念じる場合は自分が積極的であるならば、結果はもう確実100%。その違いですね。理解してください。ありがとうございます。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし